Is all reserved seating. The departure time is 10. po 47 po, sorry.
白ひげの船。それでは皆様お待ちのご記憶のでご注意ください。では右側スタッフの見送る中、それでは改めまして本日は小樽運河クルーズご乗船いただきました。約35分から40分この小樽運河をゆっくりと巡っていきますが、ちょっとところどころ風が強くなってきております。場所によっては突風にただいま中央橋という橋を抜けたところでさす20万人の方がこの町に暮らしていました。今では北海道の中心といえば札幌のイメージがとても強いと思いますが、その後小樽は物流の拠点の町を変えてまいりました。今正面に見えるのが月見橋という橋です。小樽港の大きさですが、端から端が約 4.4、現在の小樽港ですが、たくさんの船が来るようになりました。さまざまな船たちがやってきます。ところがつながっていきます。海上火災が起きた時はノズルから水を出して消火活動。船の最高速度はどんなに頑張っても50キロから60キロが速さの秘密です。しかし密漁船などはこの西税関の船や海上保安庁の船も揃っていますので、とてもセキュリティ性の高い港になっております。この先ですが小樽運河へと巡っていきます。まもなくに入るが、皆さんが一度はどこかで見たことある有名な商品の缶をお土産、白い恋人でおなじみ石屋製菓さんのお菓子の缶それないんですが、皆さんの左側奥の方には三角屋根の建て、4月に新しくなった新1万円札の肖像画になっている方です。こちらはゴールドストーンというライブハウスとプレスカフェというカフェで再利用されてといえばお寿司や海鮮丼のイメージがとても強いと。そこではこの後先ほどもくぐったこちら正面の着点へと向かっていきます。そしてその間のお話ですが、先ほどはどのように使われていたかご紹介にするという計画を発表したんですね。ところがそのだけを道路として使うということで話し合いに決着がついたんです。この後南へと入っていきますが、少しの間先ほど北運河でご紹
開した観光場の倉庫デルタから導入した最新の設備が2つ搭載されています。エレベーターです。下の荷物を上に上げるときはこのエレベーターを、そして以前こちらの倉庫なんですが、仮面ライダー2号の撮影左側ですね、次の便の13時間の船が出港しております。そしてこの南運河のメインストリートへと出てきました。今皆さんの建物がたくさん並んでおりますが、こちらも昔は倉庫として作店や駐車場などさまざまな施設で再利用されています。今皆さんの左にある赤レンガの倉庫ですが、旧シノダソースは特にピルスナーという種類が一番飲みやすくておすすめです。ビール好きの方ですが一度見てみてください。そしてさらにお隣、小樽倉庫ナンバー2と書いてあるところですが、こちらを知っているびっくりドンキーさんが入っています。このように現在中は炉端焼きのレストランと小さな結婚式場が趣味の景色、皆さんには違った目線からお楽しみいただきます。このテレビなどに登場する一番有名な小樽運河の景色です。ただもお写真撮りやすい時に船の向き変えますので、ぜひカメラの準備をしてすごい綺麗なね。なんかガス灯が綺麗で。あったかい。全ての点灯までちょっとお時間かかってしまいますが、この優しく明かりが予定となっておりますので、もし小樽運河の夜景を楽しむ際はこの青のがいらっしゃいますので、皆様ぜひ立ち上がる際とお降りの際なんですが、頭をご注意いただきますようにお願いいたします。ご案内させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。
你要佢冷靜啲。Okay, sama.